嫌になっちゃってるのかもしれないけど、そこからの復活っていうのはいくらでも可能。人生を長い目で見るとやっぱりね、弱い立場を知ってるっていうのはいいことだと思うけどね。梅原さんこんにちは。いつも梅原さんの配信や動画を楽しませてもらっています。今回梅原さんに助言をいただきたくマシュマロを投げています。私って言っちゃった。私は中3女子で約3年前に病気が発覚し、現在治療を続けています。中3といえば受験生、自分の行きたい高校に入るために切磋琢磨している頃でしょう。ですが私は学校にすら行けていません。病気のせいではありません。自分自身の問題なのです。病気が発覚した初期、絶対安静のため入学式には行けず、他の1年生とは1ヶ月ぐらい遅れて登校をしました。クラスに馴染もうと頑張っていたのですが、病気が悪化して手術し、再発を繰り返して 1,2 年はまともに学校に行けませんでした。そして現在1学期までは頑張って学校に行ったのですが、9月から学校に行けていません。9月、同級生や友達は始業式の壇上で表彰されています。その時に今まで保っていた心がズタズタになりました。小学校時代は今とは裏腹に活発な子でした。毎日外で遊んで、運動神経も自分で言うのもあれですが、学年では上位でした。それが病気になって消え去ったんです。運動も禁止されています。もし病気になっていなかったら、今頃あの壇上に私が立っていたかもしれないと、あったかもしれない今を想像せずにはいられないんです。その思いは友達にさえも向けるようになりました。もしと思うんです。今まで大切にしていた友達さえも身勝手な嫉妬心で突き放そうとしている自分が嫌で自分の会に閉じこもって学校には正門に行くのさえ吐き気がしていけなくなりました。母は体調が悪くないなら学校に行きなさいと言っていたけど、私が思っていたことを全部泣いて叫んで話したら学校に強制して行かせなくなりました。母の涙を初めて見たとき、本当に自分はおかしくなったんだなと思いました。ここはもう定時制を視野に入れています。成績は上位 10% はいつも入っていたけど、もう頑張れないです。もう楽になりたいんです。甘えるなという人もいるでしょう。でももう何に対して頑張っているのかわからないんです。梅原さん何でもいいんです。助言をください。ここまで見てくださりありがとうございました。気分を悪くされたら申し訳ありません。長文失礼しました。とのことです。中学何年生？中学3年生の女子が俺のことを知って配信を見てるの？そんなことある？嬉しそう。いや別にでもちょっと嬉しいかな。なんかね、普通は TikTok とか見る年頃でしょ。CR カップを見たのかな。なんで知ったのか分かんないけど、中3女子で病気が発覚し、3年前に病気が発覚だから小学校か中1入る前ぐらいに病気になって、1年生や2年生の時は病気の影響で学校に行けなかったと。で今は多分病気は治ったのかな、これはっていうことなのかな。で頑張って学校行ったけど9月から行けてないと。結構メンタルに来てそうな、今まさにメンタルに来てそうな感じがするな。なんかその文章からそれを感じる。助言か。男女の違いはあるかもしれないけど、そうね。多分このちょっと病気が何なのか分かんないからな、あんまり的へ外してるのかもしれないけど、一つ思うのはこのこの子の悩みの本質が何なのかっていうところだと思うんだけど、おそらくこの悩みの本質はその体が、自由に動かないのかな、分かんないけどとかっていうことではなくて、友達、要するにそのヒエラルキーがすごい、学級ヒエラルキーみたいな、学校の学園ヒエラルキーみたいな高かったのが、それがすげえ高かったのが低くなったっていうことが多分一番のなんていうか悩みなのかなっていう気がするんだよな。早い話が、人から見る目が、人からこう受ける視線がきついっていうことだと思うんだよね、多分。でなんでそう思うかっていうと、
別にこの運動神経がまあ結構良かったとか勉強も上位 10% とかっていうからには目指してるものがあったわけじゃねえんだろうなと思うわけ。これで例えば女子サッカーでなんかとかさ、陸上でとか、バレー部でとかテニスでとかっていうインターハイ行ってとかっていう、プロになってとかっていう目標があるわけじゃないじゃん、多分この文章だと。一つ言えるのはその人間関係が辛いっていうことで言うならば、確かに今ちょっと遅れを一回ね、その高かった位置から下がってしまって、それは病気の影響かもしれないけどね、下がってしまって、もう嫌になっちゃってるのかもしれないけど、そこからの復活っていうのはいくらでも可能、っていうのは俺がまさにそうだったからね、俺はもう運動は学年で本当に3本の指ぐらいに入るぐらい、例えばスポーツテストの結果とか良かったのよ。で、勉強は好きじゃなかったからしなかったけど、とにかくそのこうみんなをさ楽しませたりしてたから、いわゆるそのピラミッド、学校ピラミッドでいうと頂点にいた。それがゲーセンに足しげく通うという、自らの行いによって一番下かその1個上ぐらいまで下がったんで、その時の恥ずかしさというかきつさみたいなのは分かる。ただ自分もそうだし、きっとね多分この子もそうなんじゃないかなって思うんだけど、もしねまっすぐこのまんまこういったトラブルっていうか挫折もなくいってたら、結構嫌なやつだったんじゃないかなって気がするんだよな、俺この子。ちょっとあんまり知らない子言うのあれだけど、俺はね自分が絶対そうなってただろうっていう自信があって、ゲームにはまらず学校生活をこう満喫してたらマジで嫌なやつになったと思うのよ。挫折知らず。なんでかっていうと生まれつきだから、全部体力があったのもさ、こう人を楽しませたりするのも生まれつきだったから、嫌なやつだったと思うよ。人の痛みが分かんない嫌なやつ。でこの子もね結構ね文章から見るにね、割となんか攻撃性を感じるんだよな。これって今すごくなんか自分が追い詰められてる状況だから自分に向いてるけど、なんか結構これって元気になったら人に向いちゃうんじゃないかな、この攻撃性っていう気がするんだよね。分かんないけど。だからねそのまま順調にいってたら、学生時代は良くても例えば社会に出たりとかもっと大人になってから困ってたかもしれない。だから今あなたはその、スト6で言うなら、JP まではいかないかもしれないけど、ケンとかチュンリーとかキャミーとか、そういう状態でその人生という名のスト6をプレイしてきたんだけど、今リュウとかを使ってるわけだよ。リュウとかザンギエフとかダルシムになっちゃって、で同じゲームなのに全然見え方違うと思うんだよね。それまではさ、別になんかキャンセルラッシュで走って適当にタクってやってりゃよかったんじゃないのみたいなこと多分思ってたと思うんだけど、今ではいやそもそも中足ラッシュやってもリターン小さいしとか、ね、そもそもなんか走るの遅いしとかっていう状況になって初めてこういう立場があるんだなとか、こういうその視点っていうかその人生ってあるんだなみたいなさ、いう立場になってて、でそのギャップがすげえきついんだと思うんだよ。そのすげえ強キャラ使ったところから弱キャラ使ったっていう。でも人生を長い目で見るとやっぱりね、弱い立場を知ってるっていうのはいいことだと思うけどね、強みになると思うけどね。よく言うさ、俺が尊敬する人に父親と別に家族全員尊敬はしてるんだけど、特に父親とあとその麻雀手島さんっていう人をよくね名前出すと思うんだけど、なんで尊敬できてるかっていうと、能力ではないのよ。能力もあると思うよ、別に能力もあると思うけど、別に能力はあんまり関係なくて、やっぱりこうちょっと寂しい思い、辛い思いをしたんだと思うんだ。子供の時とか、大人になってからもそうかもしれない。だからそういう人たちに優しいわけ。弱者とか
今寂しそうにしてる人とか困ってる人に優しいのよ。で俺はねそれがねやっぱ尊敬に値するのね。これは価値観人それぞれあると思うんだけど、俺は頭がいいとか運動神経がいいとかっていうのはそんなの生まれつきじゃんって極端なこと言うと思ってて、でもなんかその人に対する優しさみたいなものっていうのはやっぱその人が歩んできたこう軌跡というかなんかこう、ものだからやっぱそっちにすごい価値を感じてて、そうだからそういう意味では今すごいいい人格形成という意味ではいい人生勉強になってんじゃねえかなっていう気がするけどな。でこの人多分気が強そうだからこれからさ今は落ちてる状態だけどまた努力をして、ここで折れなければまたその自信を取り戻して強気なお姉さんになると思うんだけど、そのさ強気なお姉さんになった時になんでそんなこともできないんだっていう弱者の立場分からない人よりかはあの時の私と同じだなっていうさちょっとこう優しさの見えるさ人の方がやっぱ人はついてくると思うけどね。何になりたいとか将来の目標とか別にないかもしれないけど俺はそういう人の方が好きだな。で一個だけ上限ってわけじゃないけど気をつけてほしいなって思うのが一個あるとすれば人間ってねすごい辛いことがあった時に2パターンがあるんだよ。で一つは今俺が言ったように自分の状況を受け止めて向き合ってきついんだけどなんとかそれを克服する。で克服すると自信もつくしその同じような立場の人間を攻撃するのではなく助けてあげようとか同情するとかっていう風になっていくんだけどあまりにもきつい体験をした時に蓋しちゃうってパターンがあるんだよね。俺も何人かそういう人をね見てるんだ。あまりにもきつい体験をした時に克服するんじゃなくて無理ってなって蓋をしちゃうの。だからこの人の立場で言うといや私はこういう風になったけどあれは全部病気のせいだよみたいな、病気のせいで私はなんかすごい人生が狂ったから私は悪くないとかさっていう風に自分を苦しめないようにするために脳内変換しちゃうっていうことがあんのよ。普通に多分防衛本能だと思うんだけど人間の。そっちに行くとこの今の体験っていうのはこの人の人生を大きく狂わすことになるから、そこだけちょっと気をつけてほしいなって。結構なんかタフそうな子だから本来、大丈夫だと思うんだけどここでこの挫折に負けて蓋をしちゃうと何でもかんでも人のせいとか、何やっても頑張りきれないとかっていう風になるから、そこだけ気をつけたらいいんじゃないかなと思いました。これからも配信見てね見てないのかもしれないけど